日本との差は大きすぎる。日本に負けるのは仕方ない。日本が2人少なくても香港に勝つ。日本には15失点以上あるんじゃないか。日本には足があと4本増えても勝てない。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回はアジア競技大会で日本と同組になった香港サポーターと話していくよ。E1 選手権ぶりの香港だね。日本はグループ A でタイ、キルギス、香港と同組になったよ。それでこれがグループだよ。グループの2位までがグループステージ突破で、グループ A の1位だとグループ B の2位と、グループ A の1位だとグループ B の1位と、ノックアウトステージ初戦で試合をするよ。それとこの大会は U23 の大会でオーバーエイジ枠が3人あるんだけど、日本は U21 でこの大会に挑むよ。今年の U23 アジアカップで優勝した U21 の年代だよ。そうだね。じゃあ香港サポーターのヒンくんとリモートをつないでいくよ。はい。はい。ヒンくんよろしくね。日本には勉強させてもらうよ。じゃあアジア競技大会の組み合わせを見た香港サポーターが何て言ってるか教えて。任せて。ヒンくん、まずはこのグループを見た香港サポーターが何て言ってるか教えて。組み合わせを見た香港サポーターからはかなり厳しい反応が出てたよ。日本がいるから。それもあるね。実力が近い相手が一つもいない。このグループは香港より弱いチームがない。香港が一番弱いんだ。でもこの組み合わせはそこまで悪くないって人もいたよ。香港はもともとホット4だから、どのグループに入っても実力的には一番下になる。組み合わせによる違いはそれほど大きくない。むしろプレッシャーが少なくなる。他のグループと比べて A 組はどう見てるの？ポット2とポット3の相手だけを見ればむしろいい組み合わせだ。 A 組が一番戦いやすい。日本がいるのに一番戦いやすいの？そこが意見の分かれるところなんだよ。日本は厳しいけど、他のグループでイランやウズベキスタンのような相手と当たるよりはいいって人もいるけど、韓国、サウジアラビア、カタールのような相手と比べてどこが楽なんだって別の組の方が厳しいと考える人もいた。別のグループへ行っても同じ。それなら強い相手と一緒になった方がいい。この組は完全に戦えない組ではない。感じ方は人それぞれってことだね。ヒンくん、組み合わせの評価は分かれてたけど、日本戦についてはどんな反応が多かった？日本戦に関してはかなり厳しく見ている人が多かったよ。日本との差は大きすぎる。日本に負けるのは仕方ない。日本が2人少なくても香港に勝つ。カンボジアにも勝てないのに日本？足があと4本増えても勝てない。最低でも6点。10点取られる。15失点以上あるんじゃないかって大量失点を予想してる人までいたよ。15点ってマイナス思考すぎるでしょ。日本がどんなメンバーなのかは意見が分かれているよ。日本はトップチームではなく C チームだ。 U21 かもしれない。日本は大学生中心になる。日本は U21 だよ。でもそれでも日本を警戒してる人は多いんだ。日本は U18 を出しても香港に勝つ。東アジアカップでは日本の C チームでも韓国の B チームより強かった。年齢が下だったら希望があるって言うと思ったら全然そんなことなかった。そうなんだよ。香港のサポーターは日本戦はもう絶対に負けると思っている。日本戦ではできるだけ失点を少なくするっていうのが目標になってるよ。でもリーグ戦だからそういう戦い方も大切だよね。うん。日本に大量失点すると2位を狙うのが難しくなる。だから日本戦ではできるだけ失点を抑えることが大事だね。次に進むためにはそれも大切な作戦だよね。勝敗とは別に日本と戦えること自体を前向きに捉える人もいたんだよね。日本の青年代表と試合ができるのはとてもいい鍛錬の機会だから、勝ち負けを気にしなくていい。最近は日本と試合する国のサポーターはそういう考え方が増えてきたね。日本のような強豪とは普通ならベスト4くらいまで進まないと対戦できない。グループステージで対戦できることを前向きに見るんだ。日本やタイとの試合には多くの代理人やアジアのクラブのスカウトが見に来るかもしれないから、香港の選手たちは全力でプレーする。日本と戦うなら敵を倒すにはまず大将からでちょうどいい。初戦が日本戦だもんね。日本戦には厳しいって声が多かったけど、タイとキルギスとの試合はどう見られてるの？そこは日本戦より意見が分かれてるね。キルギスに勝ってタイから最低でも勝ち点1を取ってほしい。勝ち点4だと2位通過の可能性も出てきそう。タイに勝てればグループステージ突破の可能性が大きく上がる。タイには勝てそうなのかな？以前香港の U20 がタイに勝ったことがある。ってことは勝てる可能性もあるんだ。過去の結果だ。
タイとキルギスを簡単に考えるのは理想的すぎる。タイは94位、キルギスは106位、香港は156位。でもそれは A 代表だから、アンダー世代ではまた別だよ。日本との差は大きいけど、タイとキルギスなら試合にはなる。キルギスも弱くない。キルギスは香港と同じくらいの実力じゃないか。キルギス U23 は最近韓国 U23 に勝って UAE の U23 やタイの U23 とも引き分けている。キルギスって結構強い？そうなんだ。キルギスはこの大会に標準を合わせている。最近キルギスは親善試合も多くて、アジア大会をかなり意識して準備しているように見える。トルコやロシアだけでなく韓国でも合宿や練習試合をする予定だ。日本大会だから韓国で合宿ってことなのかな？そうなるとキルギスに勝つって予定も簡単じゃないね。そうだね。香港が勝ち点を取れる可能性があるとすればキルギス。キルギスの実力はタイと同じくらいだから難しいって否定されていたね。タイとキルギスに勝てないなら、何のために大きなスタジアムへ観客を集めるのかという厳しい意見もあったよ。そして今回の香港は前回大会でベスト4まで進んだチームでもあるんだ。じゃあいいチームなんだ。その実績があるからもう一度ベスト4へ進んでほしい。香港が6ポイントで2位で突破するという声もあったけど、前回のベスト4ばかりを持ち出すより自分たちの実力を静止して向上させるべきだ。前回と今回では選手の顔ぶれが違う。参加自体が多くてまたベスト4へ入るんじゃないかって皮肉も出てたね。最初から最下位になると予想しているからプレッシャーはない。香港の選手は技術が荒く対抗する力も弱い。体力だけを比べても厳しい。短い期間で体力を高めてさらに幸運にも助けてもらう必要がある。短い期間で体力を高めるのは厳しい。3試合で無得点にならなければそれで一応の成果になる。得点できれば勝ちと同じ。勝てなくても1試合引き分けられれば十分って低い目標の人もいるし、今大会は0ポイントで敗退する。3戦全敗で終わるっていうネガティブな人もいるんだよ。なんで大会が始まる前からそんなにネガティブなの？期待しなければ失望もしない。選手は頑張ってるんだから期待してあげて。香港のサッカーには組み合わせを語る資格がない。毎試合ほとんど負ける。前線、中盤、守備のどこにも強みがない。勝てればボーナス。勝ち負けを語るより全力でいい試合をしてくれれば十分。サポーターの声だけ聞いてると香港って弱そう。しかもチュータットさん監督に対してはこれまでの采配やチーム作りに不満を持っている人が多いんだよ。どんなチュータットさんはまた抽選の運が悪かったと言い訳できる。次は選手の能力が足りない、戦術に合わせられなかったということもできる。今回は柵にもたれてため息をついたりピッチの横で立ち尽くしたりするショーをしなくていい。今年の U20 に王者になった公開から一人も選ばれていないのは理解できない。ウーチュンミンは足元の技術が良くないのにチュータットさんだから選ばれたという批判があった。足元は上手くなくても戦力になるかもしれないよ。オーバーエイジ枠で選ばれた選手が本当にチームを強くできるのか疑問視されているんだ。マーフェイは国際試合ではよく得点している。マーフェイは他の選手よりいいのになぜ試合に出されないのかわからない。選考だけじゃなく大会までの準備についても不安があって、サッカー協会は親善試合や練習試合を用意しているのか。香港はグループで最も弱いのに練習時間も親善試合も最も少ない。クラブが代表の練習や親善試合のために選手を出していないように見える。日本はどうなの？日本も大会まで親善試合の予定は今のところ発表されてないね。クラブ側の協力が足りず十分な準備ができていないようにサポーターには見えるんだ。だから香港はアジア大会の代表を諦めているように見える。監督には頑張ってもらって新しい考え方が必要だ。日本も親善試合の予定はないみたいだから安心して。そんな中でもこの大会では若い選手をもっと出しても問題ない。若手をどんどん実戦に出して育てよう。若くて力のある選手たちにもっとモチベーションを与えてほしい。世界ランキングのポイントに関係しない大会だから日本のように U20 の選手を出してもいいという提案が出てたね。日本が若い世代なのを香港サポーターは知ってるんだ。知ってる人は知ってるね。ただその意見に対しては日本のようにするには選手層が必要で、香港は U23 でも人数が十分かわからないのに U20 だけで戦うのは難しいって反論されてたけどね。こういう大会で負ける方が正式な国際試合で負けるよりいい。この大会は正式な国際大会じゃないの？ FIFA 主催じゃないからってことなのかな。スタジアムで見たい人もいるみたいで。チケットはどうやって買うのか。残念だけど試合を見るチケットがない。
海外のチケット買うのって難しそうだもんね。この大会を諦めてる人たちはこんなことを言っていたよ。この大会は何もないよ。旅行だと思えばいい。香港プレミアリーグの方が大事。3試合を終えて香港へ帰る可能性は 90%。 100% じゃないのか。 100% じゃないなら希望はあるな。夢を見るな。参加することに意義がある。それで OK。観光に行くだけでしょ。キルギスも簡単じゃないし、体格も香港より上だよ。結局また敗れても栄誉だろうね。日本とタイが相手ならもう帰りの航空券を予約しておける。3試合で合計で10。楽しもう。無料で日本旅行だ。友情第一、試合は2の次。アルゼンチンみたいにならなければいいよ。日本へ寿司を食べに行くのが目的。一番の目的は手羽先を食べること。名古屋は手羽先が有名ってことも知ってるんだ。かなり自虐的だけど、応援する声もあったのかな。もちろん。香港頑張れ。また香港の試合を見ることができる。厳しい組み合わせだけどできる限り頑張ろう。勝ち負けは関係ない。全力でいい試合をすればいい。参加する機会を得られたんだから全力で戦おう。香港人は負けない。香港サッカー代表頑張れ。2位を狙える。行こう。香港の力を見せてやれ。日本まで行くんだ。全力を出し切ってこい。厳しいことを言いながらもちゃんと応援してる人はいるんだね。正直日本とは大きな差があるし、タイとキルギスも簡単な相手じゃない。でも2位通過やもう一度ベスト4を期待している人もいるし、若い選手にはこのチャンスを掴んでほしい。冗談を言いながらも最後はみんな香港頑張れって送り出してる。だからこそ全力でぶつかってこの大会を次につなげてほしいね。香港サポーターはこんなことを言っていたよ。ヒンくんありがとう。初戦の香港戦は絶対勝つぞ。香港は日本に最小失点で負ければ勝ちみたいなもんだよ。ヒヒヒヒヒ。それじゃあバイバイら。バイ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 ら。ひな着替えたね。部屋着だからね。ヒヒヒヒヒ。この大会の選手が発表されたね。文字が小さいとか言われそうだけど、まあいっか。去年 U20 ワールドカップで見た選手も何人かいる。そうだね。注目選手は14番の選手だね。それはただ葵ちゃんが好きな選手。じゃあ私の注目選手は5番。ヒヒヒヒヒ。一応日程確認しておくね。香港戦が9月16日。キルギス戦が9月20日。タイ戦が9月23日だね。まだ1ヶ月半ぐらい先なんだ。始まったらもう始まったって思うと思うよ。じゃあ今日は終わりだよ。ご視聴ありがとうございました。皆さんの注目選手もぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。時でも俺たちは信じてる。スタンドからしじく勝利への高熱燃やせ勝利の道を行け。